それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、年下のあの人のお気持ちについてです。あの人はどう思っているのか、これから2人はどうなっていくのか、そしてあなたへどんな印象を今抱いているのかというのを見ていきます。よろしくお願いします。1番をお選びいただいた方は、マラカイトというカードです。では、よろしくお願いします。今回はルノルマンカードとタロットカードを使って見ていきます。はい、それでは見ていきましょう。カードが見えるでしょうか。今回タロットとルノルマンを組み合わせて見ていきます。まずはハーミットのカード、縦軸で見ていきましょう。そしてカップの4番、ジャッジメントです。これが今現在を表します。で、ここから先の近未来を見ていくので、これがだいたい1ヶ月後、2ヶ月後ぐらいを目安にしてご覧になってください。今現在お相手どんな風に考えていて、そしてお二人はどうなっていくのかなっていうところを見ていきますね。まずは今のお二人の間において、少し距離があると言いますか、それは物理的な距離とか心理的な距離かもしれません。心の距離を感じていますね。なかなか連絡が取れないなっていうことを感じていたり、孤独感ですね。それは2人でデートして帰っていった後、夜に寂しさを感じたりとかするような感じかもしれないですね。早く会いたいなとか、今の日々から抜け出したいなっていう風にお互い感じていると思います。お相手かなりロマンチックに考えているよっていうムーンのカードが入ってきていますから、デートしたいな、一人は嫌だなとか、あなたと一緒にいたいなとかっていうのを考えていますね。デートのお誘いを実際にするとか、今現在なので近未来デートできるチャンスがあるのかなと思います。今の現状から抜け出すためのきっかけがお相手の方からなのか、あなたの方から動いていくのかってことももちろん考えられます。そうですね、今の現状を抜けるためにあなたの方でお相手にお誘いするとか、お相手も同じように会いたいなっていう気持ちがありますから、デートしたいなとかロマンチックなムードになりたいなっていうのがあります。そしてあなたの方でも犬のカードが出ているので、お相手と親しい関係性だと思うんですね。お話ができるよとか、長い間信頼関係構築していますとかだと思うので、話しかけようと思ったらできる関係性だと思うんです。で、そしてライダーのカードも入っているので、今現状が動く時っていうのが入ってきています。あなたの方はジャッジメントのカードが入ってますから、物事を動かしていきたいなとか、より自分らしさっていうのをお相手に届けていきたいとかね。そうですね、何かお知らせがあったらいい、お相手の方からお誘いしてくれたらすごく嬉しいなと思ってるんだけど、あの人ったらいつになったら動いてくれるのっていうことを考えてるかもしれませんね。早く恋愛関係になりたいな、今の仲のいい状態からさらに次のステージへってことで、今気持ちを通い合わせていくところです。これ1ヶ月以内に物事が動き始める気がしますね。ではその後ですね、この現在の時から1ヶ月後2人はどうなってるのかっていうふうに見ていきましょう。今どんな感じでお相手の気持ち動いていくのかなって言ったら、少しお相手の中で迷いとか悩みとか抜け出せないものっていうのが入ってきてるんですね。そしてここもハーミットのカードが出ていたので、考え
ていることがあると。それは何かといったら、あなたへの思いだというのは出てきてるんですね。それをずっと考えてるんだけど、考えれば考えるほど、近づいていけば近づいていくほど分かんなくなっちゃうんだっていうのが入ってます。そして棺のカードなので、もしかしたらもうこれ以上関係性が進まないのかなってお相手の中で思い始めていたりとか、なんか煮詰まっているっていう感じがしますね。これから先の未来どうなるんだろうって、たとえここであなたと結ばれたとしても、それから先2人とは永遠に誓い合うことができるんだろうかとか、そういうことを考えているかもしれません。そしてあなたのところにはカップの9とハートのカードと出てきていますので、まずこれはウィッシュカードですよね。ここにもウィッシュカードが入っているので、あなたの願いは間もなく叶うっていうことが言われています。お相手と近づく、プライベートの中になるとか、結ばれるとか、交際に発展するとか、ですね。そしてあなたもここで愛です。愛そのものっていうカードが出ているので、愛に満たされる。自分がものすごくお相手を愛しているし、そしてお相手のためだったら何でもするよ。そしてそれをお相手にも受け取ってほしいな。同じようにお相手からも愛情が返ってくる。そんな流れです。そして課題点がやはり出てきていますね。この現状、1ヶ月後の現状のところに山のカードが出ているので、試練はある。しかしそれに立ち向かっていくだけの行動力や勇気もある。物事を動かそう、乗り越えていこうというような現状、1ヶ月後になっています。お相手ね、ここね、不安な気持ちを抱えていきながらも、それでも2人でなんとか乗り越えていこうっていう、そういう流れになっていくと思います。課題点はあるので、ここに対してのお相手の不安っていうのが出てきていますね。そしてあなたと交際したことによってとか、思いを伝え合ったところで、ここで恋愛関係が終わっちゃうんじゃないかっていう、そういう不安もあります。現状とか未来に対する不安っていうところでお相手が感じていますね。これから先です。ではそこからさらに1ヶ月後どうなっていくのかっていうのを見ていきます。お相手の気持ちっていうところで、ここがね、かなりね、持ち直していくんですよね。まずお相手のところにソードのキングのカードなので、いろいろ考えてずっと迷ってきたんだけど、もうここで決めるよっていう風に出てきています。そしてブーケのカードも入っていますから、あなたに対してサプライズや嬉しいことを贈ろう、ギフトを贈ろうっていう風に決めたよっていう風に出てくるんです。そしてまずはあなたの方の気持ちですね。あなたのお気持ちとしてはどうなのかなって言ったら、ソードの8のカードです。これは囚われの身とか動けないよっていう風になってるんですが、こちらのルノルマンの方はリリー、あなた自身なんだよって、心はあなたのものであって、あなたがこれから動いていくためにどうすればいいのかなっていうのを考えるような2ヶ月目から3ヶ月目あたりっていう風になっています。3ヶ月後ぐらいですね。自分だよ、自分軸なんだよって、何にも縛られないでって、やっとお相手は動き始めてくるというか、迷いから抜け出して決断するよって、それをあなたに報告するとか、プレゼントを送るからそれを受け取ってねって、ブーケを受け取ってくださいねって、迷うことがあったりとか、苦しいこと、悩むこと、乗り越えなきゃって思う課題があったとしても、それは乗り越えるんだよっていう強い気持ちを持ってください。そして囚われてるのっていうのは、自分の中で囚われてるっていう風に感じてるだけであって、実はそうじゃないかもしれないってことに気がつくのかもしれません。そして3ヶ月後ぐらいの近況どうなっているのかなっていう状況を見ていきます。カップのナイトのカードにガーデンのカードなので、3ヶ月後すごく幸せな流れになってるんじゃないかな。しかし逆にあなた自身が考えてしまったりとか動けないっていうのが入ってきているので、お相手の方はすごくここで切り替わっているんですよね。悩みから抜け出すとか、終わりにするものは終わり、手放すものを手放して、今度は自分の方からあなたに贈り物をしよう、気持ちを届けようとか、もうここですでにこのチャリオットとか、このカップの9とかハートのカードが出てるので、この近未来で2人の思いが通じ合うとか、あなたにとって嬉しいことが起こるんですね。その後にお相手がそれに応えてくれるかのように、様々なギフトを届けようとしてくれます。
そしてカップのナイトにガーデンなので、2人で楽しい時間、お食事とか交流っていうのが盛んに行われます、ね、そのお相手の誠実なお気持ちを受け取る。そしてあなたはそこでいろんなことがあったなっていうふうに振り返るかもしれません。今まで長い道のりだったなとか、いろんな障害があったけど、それを考えて、でもっていうのを繰り返しながら、それでも自分の気持ちで乗り越えていこうっていう、そういう気持ちになるかもしれませんね。もしあなたが不安になっていたら、それを支えてくれるお相手っていうことで、1番さん流れがすごくいいと思います。いろいろあれども、課題はあれども、やはりハートやライダーのカード、カップのナインやブーケ、そしてカップのナイトやガーデンなど、これらのカードを見ていると、やはり優しさに包まれているような、そんな流れになります。愛と優しさに包まれる流れですね。お相手からのギフト、贈り物もあるので、愛情を感じられるような3ヶ月以内なんじゃないかなと思いました。とてもいいと思います。その見逃せない課題点っていうのもありますが、それを一緒に乗り越えようよっていうふうにお相手が支えてくれるような、この3ヶ月後なのかなっていうふうに思います。ジャッジメントも出てるので、もうダメかもしれないと思っていることに再び火がつき始めるっていうような、あなたのお気持ちの変化っていうのもあるかもしれませんね。はい、では、お相手があなたに対してどう感じてるのかなっていう、あなたの印象を見ていきましょう。恋の近未来を見ていったところで、あなたに対してどういうイメージを持っているのか。セレブレーション、これね、お祝いのカードが入ってるんですよね。祝福なので、ここにもカップのナイトとかブーケのカードが出てるので、お祝いしたいっていうふうに思ってるんですよ。何か近々、例えば誕生日が近いとか、お祝いされる場面があるのかな。3ヶ月後ぐらいですね。2、3ヶ月後ぐらいに誕生日がありますか？それでお祝いしようって思ってるのか、何か祝いたいなっていうムードになっていくんですよね。印象で出してるんですけど、セレブレーションが重なっているので、お祝い事なんですね。まずこれを一つ押さえておいてください。そしてマチュリティのカードです。これは大人の余裕と安心感ですね。あの人があなたに一番強く感じているのは、自分の心をきちんと持っている人という印象です。ちょっとしたことでは慌てない、落ち着いていて感情に振り回されない。あの人はあなたのそばにいるとほっとできるようです。あなたは自分の気持ちを誰かに押し付けたりしません。寂しい時も怒った時も、ちゃんと自分の中で受け止めて整理して、そしてまた笑顔でいられる。その姿にあの人はふと、この人大人だな、すごくかっこいいなと思わず見とれてしまう瞬間があるようです。あの人にとってあなたのように自分を大切にしながら人を思いやれる人はとても魅力的に映っています。セレブレーション、前向きさと感謝の心。もう一つ、あの人が感じているのはあなたの明るくて前向きなところです。大きな夢じゃなくても、ちょっとした成功やささやかな喜び、その日あった出来事というのを見つけて、今日もいい日だったなぁと言えるあなた。それは簡単そうでいて、実はとてもすごいことです。うまくいかない日があっても、あなたはそれを全部自分の成長や経験に変えていく力を持っています。そんな姿を見て、あの人は自分も頑張ってみようかなと勇気をもらっているみたいです。あなたの前向きな心や日々を大切にする姿勢は、あの人の目にキラキラして見える、そんな宝物のような存在として映っています。あの人が感じているあなたの魅力は、大人の安心感と日常を楽しめる強さです。静かに自分と向き合い、どんな時もブレずにいられる。そして今ある幸せをちゃんと感じられる心。あなたのそんな姿にあの人は憧れと安心を抱いています。こんな人、あなたがそばにいてくれたらどれだけ救われるだろうか。そんな風に感じているかもしれませんね。はい。小さなことでも喜びに変える力を持っているあなたに、お相手は明るさをもらっている。そして大人の雰囲気も持っている。だから自分の心を大切にしてください。そんなメッセージもありましたね。じゃあ、もっと仲を深めていくために、
嬉しい出来事がありそうなんですが、さらにということで、こちらからメッセージをもらっています。はい。シンパシー。ラッキーナンバーは3番です。はい。3という数字を参考にしてください。あの人ともっと仲良くなりたい。そう思うあなたに今大切なキーワードはシンパシー、共感する気持ちです。あの人が話していることに、わかるよってうなずいたり、笑ったり、一緒に楽しむ。そんな小さなことの積み重ねが、ゆっくりと2人の距離を近づけてくれます。特におすすめなのは、友達などを交えたグループで過ごす時間です。みんなで遊んだり、話したり、同じ空気を感じることで、自然にあなたの魅力があの人に伝わっていきます。その中で、ふとあの人があなたのことをもっと知りたい、仲良くなりたいと思い始めるタイミングがやってきます。はい。まず2人きりになかなかなりづらいっていう方は、友達を交えてのグループ交際もいいでしょう。そして運命が静かに動き出すのはこの満月の頃です。空に丸くて明るい月が見えたら、それはあなたにとってのチャンスのサイン。特に直近で言えば6月11日、7月11日、8月9日のあたり、このあたりは思いを伝えたり距離を縮めたりするのにぴったりな日です。この時期には少し勇気を出して自分の中のリグレット、後悔やためらいを手放してみましょう。過去のこうすればよかったという思いよりも、これからのこうしたいなという思いを選んでください。この満月の力はあなたに選ぶ力と勇気を与えてくれます。自分らしく笑い、そして前に進んでいけば、あの人との未来も優しく明るく開いていきます。あなたが信じるあの人の心というのは、あなたを不安から守ってくれる光になります。その光を信じて小さな一歩を踏み出してみてください。後悔やためらいを手放すタイミングです。もう一度挑戦してみましょう。そしてお選びいただいたこちらのオラクルカードからメッセージをもらっていきます。マラカイトです。このマラカイトという石は強力な魔除けとヒーリングの力を持つ石です。ネガティブなエネルギーを吸収し、持ち主を守るとされています。また直感力や洞察力を高めて、心の奥深くにある問題を浮き彫りにする作用も持っています。今は自分の内側にあるネガティブな感情や思考に気づいて、それを手放すタイミングかもしれません。マラカイトは深い洞察力を促して本質的な変容をサポートします。何か心の奥底で停滞しているものがあるとしたら、それを見つめ解放する勇気を持つことが大切ということをこのカードは伝えてくれています。小さな挑戦があなたの未来を動かしていく。最近これでいいのかなと迷うことがあっても大丈夫。あなたはちゃんと進んでいます。マラカイトはやる気と集中力を高めてくれる石。特にやりたいことはあるけど動けないと感じている人にぴったりです。ほんの少しの行動でも理想へ向かうスイッチになります。あなたの中にあるやってみたいを信じてみてくださいというメッセージです。はい、マラカイト、とても綺麗な石ですよね。魔除けの石、そして、ためらいを手放す石、そんな効果を持っています。もし今の日常うつうつとしていて何とかしたい、もう一度やってみたいと思えば、今あなたの背中を押してくれるメッセージになると思います。そして近未来嬉しい流れになっていきますから、ぜひこの流れに乗ってお相手との距離を縮めていってください。今回は年下のあの人のお気持ち、恋の近未来、あなたに対してどんな気持ちを抱いているのかというのをテーマに見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは年下のあの人のお気持ちです。2人の恋の近未来、3ヶ月以内はどうなっていくのかということと、お相手のあなたへの印象について見ていきます。よろしくお願いします。こちら2番
お選びいただいたカードはセレナイトというパワーストーンのカードです。では今回は、ルノルマンカードとタロットカードを使って見ていきます。よろしくお願いします。はい、それでは見ていきます。こちらが今現在ですね。で、時系列です。これが現在から1ヶ月以内、1ヶ月から2ヶ月以内、2ヶ月から3ヶ月以内で見ています。で、お相手、で状況、そしてあなたという風にして見ていきます。お相手の方からまずね、現在から見ていきましょう。お相手がハーミットのカードなんですね。そして無知のカードです。こう一人で考えていたりとか、いろいろ見ているなっていう感じがします。状況を見ているっていう感じです。状況ってどうなってるのっていう風に見ると、ペンタクル6番なのでバランス、調和とかそれを表していますね。天秤のカードが出てるので、うまくバランス取らなきゃなっていう風な状況なんです。バランス取れてる、調和取れてるよ、仲良くやってるよっていう感じかもしれません。あなたの方でペンタクルの10が出てるので、チームワークとか家族とか、そうですね、お相手と家族というよりは今のこの2人のチームっていう感じですね。これがうまくバランス取れてるよ、生活が成り立っている、生活上で共にしている時間が長いとか、チームを組んでいるとかね、かもしれませんし、長いことお相手とお付き合いしていますかもしれません。ただしそのお相手の方でそのハーミットプラス無知なので、なんかこう自分に鞭打って頑張ってるなっていう感じもしますし、それはあなたとの距離を何とかしたいと思って頑張ってるっていう意味の鞭打ってるではなくて、自分の生活っていう感じがします。あなたとは仲良くやってる。だけど自分のこれからの先とか今現在のお仕事とか今の状況とかをなんかこう一生懸命頑張んなきゃいけないなっていう感じがして、さらにいろんなことを考えているっていう感じ、深く深く考えていろんなことを見ているし、多分一人で考えすぎてしまう傾向があるので、それを明るく照らしてくれるあなただから2人のバランスが取れているっていう感じです。カラッとしたあなたの明るさにこの人が救われているところがあるんじゃないかなと思います。かなり厳しい方なんじゃないかな。自分に自信がないとか、こうじゃなきゃダメなんだとか、自分はもっとこうあるべきとか、自分の価値とはみたいなことをいつも考えているようなお相手、かなり厳しい役職とか職業とかに疲れてるのかなっていう感じもしますし、性格上ね、厳しさを持ってるのかも。なんかこう制限を感じますね。何時から何時までの間しか連絡取れないとか、会えないとか、週1回しか会えないとか、自分の中で制限をつけてるような感じもするんです。自分はこうこうこうだからこれ以上踏み込まない方がいいのかなっていうふうに考えていたりとか、かといって今の現状が険悪な関係なのかって言ったらそうではなくて、お相手とはうまくやってるなっていうふうにあなたも感じてると思うんですね。仲良くやってるしって。そしてあなたの笑顔がこの人にとっての希望とか照らしてる太陽のような存在っていう風に入ってきてるので、これを聞いてなんか嬉しいなっていう風に思った方も多いんじゃないかなと思います。あなたが話しかけてくれる、明るく話しかけてくれるから、考えすぎている自分が休めるとか、気づきをもらえるとか、なんかこう光なんですよね、あなたがお相手にとって。そしてコミュニケーションを交わし合ってるので、かなりこの頻繁にやり取りしているような仲、それはプライベートでやり取りしているかもしれないし、仕事上で毎日顔を合わせますよっていう方もいるかもしれないですね。だとしたらお相手のお仕事上でのこの厳しさっていうのをあなたもひしひしと感じているのかもしれません。
あなたが笑顔でお相手に話しかけてくれるから、このお相手の心が緩むっていうかね、頑張ってる自分を褒めてもらえるとか、そういう関係なのかなっていうふうにも感じます。はい、あなたの明るさがお相手を癒している。これが今から1ヶ月以内の関係性やお気持ちです。じゃあそれから先、さらに1ヶ月後から2ヶ月後の流れってどうなっていくのっていうのを見ていきましょう。これね、かなりいいんですよね、これを見ていると。はい、デスのカードが出てるので、一つ何か区切りをつけるよっていうのが言われていて、そこからまたサイクルが新しくなっていて、新しいサイクルが始まっていく。今までのこの流れは一旦違うものになっていく。わかりやすく言えば、仕事上の関係性で仲良くやってましたから今度は恋愛関係としての新しいサイクルのスタートっていう感じです。はい、それぐらいガラッと変わるような関係性だと思います。お相手がカップのクイーンで、あなたの方でカップのキングなんですね。なので1ヶ月後から2ヶ月以内に付き合う可能性があるんじゃないかっていうふうに見ています。カップのキングクイーンと出てきていて、かなりいい。付き合うまではいかなかったとしても、かなり好感触なんですよね。関係性が変わったかも、なんかお相手からもしかして私のこと好きなんじゃないっていう風にね、匂わせ的なものを感じたりとかするんですよね。でもお相手は一貫して硬さとか生真面目さとか細やかさ、神経質と言いますか、約束はちゃんと守らなきゃいけないよねとか、ルールはちゃんと守ろうみたいな、そういうことを徹底して通そうとしてきます。そんな中でもあなたと恋愛関係とか何かしらの新しい関係性、しかもそれは柔らかくて流れるようで、お相手の価値観を変えるような関係性だと思います。今まではこうじゃなきゃいけないと思っていたお相手なんだけど、あなたと新しい関係性になることで、なんかね、その新しい価値観が生まれてきて、こういうふうに固く思わなくてもいいんだなっていうふうに柔らかくなっていくようなお相手の変化が見られますね。そういう意味でのですなのかもしれません。お相手の感覚が変わる、価値観が変わる、あなたに感化されて影響を受けてお相手が柔らかく変わる時っていう感じがします。頑固って言ってしまってもいいのが、頑固なのか、いろいろ気を回しすぎていたのか、そんな繊細なお相手の心を緩めてくれる、優しく流してくれるようなあなたの存在なんです。それがずっと続いていて、すごくあなたって優しくって共感力があって、そうだよね、わかるよとか、お相手の気持ちを汲み取るのが上手なんですね。変える力も持ってるんです。変えちゃう、お相手のことを変えちゃう。もういいんじゃない、素直になってもって、弱いところ見せてもいいんだよっていう風にあなたが言うと、お相手が実はねっていう風に、こんなこと思っていたりとか、こんなこと悩んでいてってことを言い出すかもしれないですね。なんか本当の関係性っていうところに気がつき始める1ヶ月後から2ヶ月以内の流れっていう感じです。はい。で、狐のカードもごまかしとか嘘、そこからです変わるんです。変わるんだよって、もう真実を見ましょうっていうところで、じゃあ真実って何っていうふうに見ると、あなたはカップのキングにお相手を表す紳士のカードが出てるので、お相手のために懸命に尽くし支えようとするんですね。一生懸命愛を伝える。そのあなたの愛っていうのは、この太陽のように大きな存在、愛の光なんですよ。この大きな光でお相手の心、硬くなった心を柔らかくほぐしていく。そして柔らかくなったお相手があなたの求めている変化に応える、そんな流れですね。若干の硬さは残っています。硬いけどちょっと一息休憩入れようよっていうあなたのお声掛けによって、そうだよねっていうふうに気づいて、そして少し柔らかい笑顔を見せてくれるとか、そんな風になっていくんじゃないかなと思います。では2ヶ月後から3ヶ月後どうなっていくのっていう風に見ると、まずはお相手の方から見ていきましょう。お相手ペンタクルのクイーンです。柔らかくなったお相手、その後は行動に移します。もっと体感したい、何を、柔らかさを、愛情というものを、変わった世界というのをもっともっと味わいたい、体感したい、実感したくて、そしてさらにそれを伝えようとするレターのカードです。あなたに伝えようとしてくるんですね。嬉しかったよとか、
自分の気持ちを伝えようっていうことかもしれないし、今日こういうことがあってっていう本音を少しずつ見せるようになっていきます。そしてあなたの方はワンドの5番とお魚のカードです。お相手が変わって少しびっくりしますか？ワンドの5番っていうのは集中力の低下とか散漫、集中力散漫ですね。あちこち気がいっちゃうとかね。あとはお相手と競い合うっていうこともあります。でプラスフィッシュ、魚のカード、豊かさを表しています。そしてかなりいい関係性です。戸惑うこともあるかもしれない。お相手の方から誘ってくるのみたいな感じで、手紙っていうかメールですね、くれるのみたいな、連絡くれるのっていう感じで、っていう風に驚くようなあなた、長いこと待っていてよかったみたいなことをね、思うような瞬間が訪れるかもしれません。すごく嬉しいです。混乱とか集中できない、ドキドキしちゃうってことがあるかもしれないけど、それは2人の豊かさへつながっていて、逆にそのお相手から支えられて、いっつも私が支える役目だったのに逆転してびっくりっていうようなことがあるかもしれないけど、それは2人の幸せへ向かっているサインですからねっていうことです。そしてどんな状況なのって2、3ヶ月後どういう状況なのって見ると、カップの3番に犬のカードです。さらに信頼感が増すでしょう。そして楽しいデートの時間を持てるでしょう。気持ちを共有し合ってキャッキャウフフってそういう時間が持てますよってことです。デートできる、お誘いがあるっていう感じもしますね。そしてさらに気持ちを共有、分かち合っていって絆が深まっていく、仲良くなっていく、ここの 1,2 ヶ月の間で転機が訪れるんですね。もうごまかしは効かないぞ、本音でぶつかり合うチャンスだっていうことが、タイミングがやってくると思います。そしてその後もですね、お相手の方からの気持ちを聞くとか打ち明けられる、こういうことを感じてるとか、こういうふうにしていきたいっていうことを聞く。そしてそれをご飯食べたり飲み会を開いたりしながら語り合う、信頼関係がますます育まれていく、そんな流れです。ここの、ここがね少し気になりますよね。ワンドの5番のカードが出ていて、たとえあなたが何かあったとしても、お相手が今度は逆にね、私が支えますよっていうスタンスを取ってくれるので、安心してお相手に身を任せてもいいと思います。1枚ね補足でもらっていきましょう。ソードの4番です。一時停止のカードですね。一旦止まってっていう風に言われているので、これはですね、人によってはそのお相手といい感じになってるんだけどストップなので、体調不良とかあなたが混乱するんですよね。ストップすることによってどうしよう、集中できないみたいな感じになるので、でも状況としてはすごくいいんです。仲良くやってるし、キャッキャウフフしてるので、乾杯してるので、状況としてはいいので、それに対して思考が追いつかないとか、状況がうまく飲み込めない急展開で、あれこんな風になってっていいんだっけみたいな、あれれあれれみたいな感じになるかもしれないんですね。あとは体調不良とか、お誘いがあったのにダメになっちゃってごめんなさいとか、そういうことがあるかもしれないけど、慌てなくていいですよって、何度でもそのチャンス、お誘いがやってきますから、その日がダメになったとしても、じゃあ次の日はどうですかみたいな感じで提案が来るので、それに乗っていってください。そしてストップっていうことは、勢いをつけすぎないことっていうこともアドバイスとして入ってるかもしれないです。ワンドの5番っていうのはすごく忙しいカードなんですね。騒がしいカードです。賑やかなカードで、プラスストップのカードが入ってきたということは、一旦ここでクリアにする、思考をクリアにするとか、考えすぎていたものをまとめるとか、あちこちあれもこれもってなっていたものをシンプル化させるとか、収束、少しだけ落ち着きましょうねって、そういうことですね。一つに絞ろうねとか、落ち着いてっていうことを表しているのかもしれません。体調不良とかだけではないので、落ち着きを取り戻すとか、混乱しても大丈夫なんだっていうふうに言い聞かせておくとかね、あらかじめ前もって準備しておこう、そういうことを書き留めておくと、後からになって混乱したら、そういえばああいうこと言われてたなってことを思い出すかもしれませんので、シンプル化させるとか、そうですね、考えをまとめるとかね、
バタバタしても大丈夫とかね、なんか急激にストップするようなことがあっても、流れが止まるようなことがあっても大丈夫だよ、進んでるんだよってことを言ってくれているので、流れが止まるというよりは気持ち散漫してしまっても集中しましょうねってことかもしれませんね。では、あの人が感じるあなたの印象についてこちらのオラクルカードからもらっていますので、こちらから見ていきましょう。はい、このカードです。Forgiveness。そしてこのカードがディストデッドマスキュリン、というカードです。この2枚からお相手が感じるあなたの印象を見ていきます。自分のことも人のこともちゃんと気がついているあなた。あの人はあなたを見てこう思っています。この人は自分の中の弱さやしんどさをちゃんと分かっている人なんだなと。例えば疲れている時に今日は早く寝ようと自分に言い聞かせたり、人とぶつかりそうな時には一呼吸置いて気持ちを切り替えたり、あなたは無理に頑張りすぎずにバランスを取るのが上手です。そうですね、バランスのカードも出てきていましたから、一見しっかりして見えるのにどこか力の抜けた優しさがある。周りの空気に流されずに自分のペースで進めることができる。そういうところがあの人にはとても魅力的に映っています。そしてもう一つ、あなたは正しいことよりも思いやりを大事にしている。誰かを責めたり勝ち負けにこだわるよりも、みんなが気持ちよく過ごせたらいいなというふうに自然に考えられる人なんです。Forgiveness。心の中に温かい春風を持っている人。あなたの中には温かくて優しい空気があります。それは許す力。大きな声でもう気にしなくていいよと言わなくても、あなたは静かに自分の心を整えていける人です。例えば嫌なことがあっても、まあそういう日もあるかとやんわり受け止めたりとか、ちゃんと前に進もうとする、そんなあなたをあの人はしっかりと見ています。しっかり見ていますね。それに対して気にしていないふりをしているわけではなく、心の奥でちゃんと感じて味わって、それでも軽くなる道を選んでいる。あの人はそのことにじんわりと感動しています。あなたといると心の中が温かくなって、自分ももうちょっと優しくなれるかもと思える。それがあなたの特別な魅力なのです。あなたに感化されていく、染められていくっていう感じもしますね。そしてもう一枚こちらです。あの人が感じているあなたは気がつける人。自分の気持ちにも人の気持ちにもちゃんと目を向けられる。そのさりげなさがあの人にとってとても心に残るのです。あなたには心の中に春の風のような暖かさがあって、そっとそばにいるだけでピリピリした気持ちや不安を和らげてくれる。あの人はあなたと一緒にいるとちゃんと自分でいられる。そんな風に思っているのかもしれません。はい、何かね、助け、光のようなね、温かさをこの方に与えてくれる存在としてあなたは映っているんじゃないかなと思いました。優しい存在。あとはですね、こちらからより仲を深めていくためにっていうことでメッセージをもらっています。アウェイキン、気づき、目覚めのカードと、こちらのカードですね、アチーブメント。まずラッキーナンバーは9番です。あの人ともっと仲良くなるために、今のあなたにぴったりな方法はひたむきに頑張る姿を見せることです。このアチーブメントというのは頑張りの結果とか達成を表しています。例えば仕事や勉強、小さな目標でも構いません。一生懸命頑張っているあなたの姿はちゃんとあの人の心に届いています。逆に頑張ってるねってあの人の口から言われる日が来るかもしれません。その一言できっとお互いの心が近づいていくでしょう。大切なのはできるかどうかではなくて、やってみようと思う気持ちです。あなたが自分自身に向き合うことでアチーブメント、前に進んだ証になっていきます。そしてこちらアウェイキンのカードから新月の絵柄が描かれています。なので新月の日はあなたの中で気持ちがすっと整いやすいタイミングです。直近で言えば5月27日、6月25日、7月25日、
8月23日は心の整理や気づきが訪れる時です。この時期にはちょっと立ち止まって今の自分の気持ちや行動を振り返ってみてください。あの人のことを考えながら、今私はどんな風に見えているかなと静かに自分自身に問いかけてみましょう。それはあなたの心を優しく整える目覚めの時間となります。あの人への思いがあなたの心を守り、未来へと導いてくれます。あの人の優しさや眼差しを信じて自分のペースで進んでみてください。静かに温かい絆が少しずつ芽を出していきます。素晴らしいですね。気づきや目覚めですね。そして頑張りの成果が出る時です。はい、気持ちを整えていきましょう。あなたの優しさがお相手に伝わる3ヶ月以内の流れとなっています。豊かさが待ってますね。びっくりするんじゃないんですか？お相手から優しい言葉をかけられたりとかしたら、ってね、そんなびっくりするような出来事が待っているかもしれません。では、お選びいただいたこちらのセレナイトのカードからメッセージをもらっていきましょう。セレナイトは浄化と精神的な安定をもたらす石です。工事の意識とつながりやすく、瞑想やヒーリングに適しています。心を穏やかにしてクリアな思考を促すとも言われています。精神のクリアリングと穏やかな心に意識を向けることで、より流れがスムーズになっていくでしょう。不要なものを削ぎ落とし、純粋な思考を保つことで、自分にとって必要なものが自然と集まっていきます。今はシンプルさを意識し、心を整えることが大切な時期なのかもしれません。やっぱりこのシンプル化っていう意味なのかなと思いました。このソードの4番っていうのが。そしてこのカードからのメッセージです。疲れた日は自分をまっさらにしてあげてください。頑張りすぎて心も体も疲れていませんか？そんな時は深呼吸をしましょう。セレナイトは心の中のモヤモヤをスーッと消してくれる石です。お部屋を片付けたり、スマホをお休みしたりするともっと効果的です。頑張ってきたあなたをちゃんと休ませてあげる時間も大切です。気持ちをリセットすれば、また明日が一層楽しみになります。これも一呼吸置くとか一休みっていうカードがあるので、疲れた時は休ませてあげましょう。その疲れるっていうのは心と体なので、思考が疲れちゃう、考えすぎて疲れちゃうとか気持ちが追いつかないって、そういう時もあると思います。そういう時はゆっくりと休んでください。そういうメッセージでもありました。今回は年下のあの人のお気持ち、2人の恋の近未来やあなたへの印象について見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、年下のあの人のお気持ち、恋の近未来、そしてあなたのことをどう思っているのか、印象や魅力について見ていきます。よろしくお願いします。こちら3番をお選びいただいた方は、メテオライトというパワーストーンの石です。カードです。では今回は、レノルマンカードとタロットカードを使って見ていきます。はい、それでは見ていきます。まずは横軸だとこれがお相手、そして状況、あなたを表しています。縦軸だと今現在から1ヶ月以内の流れ、1ヶ月から2ヶ月後、
2ヶ月から3ヶ月後ということで、約3ヶ月間の恋の近未来として見ています。これはカードを足すかもしれません。で、補足で1枚こちら追加したのがコウノトリ。テーマとしては移動とか幸せへ向かっての変化っていうのがお二人の今回テーマかなと思って見ています。優しさとか愛情っていうのをどんな形で表現するのかとか、流れとしては良い流れになっていくんですが、ちょっと癖がありそうだなと思いました。丁寧に読み解いていきたいなと思います。流れが早いとか、どうでしょうね。そのお相手のところでまずはムーンとカマのカードとネズミのカードが入っているということで、ヌルマカードのムーンは柔らかさとかロマンチックとかムードのいい感じっていうのが入ってくるんですけど、その後ですよね。これから先ストレスっていうところにつながっていくので、どうしようかな、どうしたかなって加えてタワーのカードも入ってるので、お相手の方が少し動き要注意っていう感じがします。デビル、タワーと来ていて、ちょっとねお相手の方も後で深く見ていきますが、あなたの方はもうそのまま出てきてるかなと思います。その好きな気持ちを大切に持ち続けて表現していくことがとても大切ですよって。で、厳しいこともあるかもしれません。この近未来ですね。今現在もそうでしょう。なかなか気持ちを切り替えられないとか、過去の失敗を振り返っては自分自身でああいうこともあったしこういうこともあったしって、もう先に進めないかもしれないっていうようなあなたのお気持ち、そしてかつ希望ですよね。お相手とやっぱり付き合いたい、いい関係になりたいっていう両方の気持ちを抱えていきながらしばらく過ごしそう。でも自分の心の中の希望とか明るさとかを失わないでって、そのあなたの明るい気持ちが全てを照らしてくれるぐらい強力なもので、底上げしてくれる力を持っていますから、困難な状況があっても決してね諦めることをしないでください。自分の気持ちを輝かせておいてくださいねっていう、そういうメッセージは入ってます。太陽のカード2枚入っています。で、これ3ヶ月後ぐらいには落ち着くとか、自分の中では覚悟が決まるとか、愛されている実感も得られると思います。あなたの方はそうですね、自分の中の気持ちで言えば順調に進んでいる、育まれているとか進んでいるなっていう手応えを感じると思います。状況としてもそういう状況になっていくんですが、癖があるのがお相手側っていう感じがします。そうですね、あなたの方はいろんなね急展開がありそうなんですよね。変化の波と言いますか、あれもこれもって山あり谷あり、そんな激動の3ヶ月間、うまくその流れに乗っていけるかどうかっていうのがテーマです。かなりスタートさせることとか手放すこととか、いろんなことがあなたのところに入ってきます。それをうまく活かしていってくださいねっていうのがテーマとして入っているんですね。すべては自分の愛情表現のため、自分たちの幸せのためにどう向かうのかっていうのがテーマです。状況を次続いて見ていきましょう。ちょっと画面からカード見えなくなっていくんですが、状況をね一旦整理しましょう。状況、まず今から1ヶ月以内っていうところで、ソードのページのカードと子供のカード、新しい始まりを表しています。で、ソードのページっていうのはですね、その流れにうまく乗っていくためにっていうのがテーマかな。新しいことが始まります。始まりも今回テーマなんです。コウノトリもそうなんですけど、新しい出来事が起こる、次々と起こる、スタートさせる、それはあちこちからやってきます。仕事が変わる、転職するとか、生活を一旦リスタートさせる、新生活とか、ご自身の中やお相手のお仕事、生活が切り替わるとか、2人の関係性を新しくスタートさせるとか、スタートっていうのが毎月訪れてくるような感じ、いろんなところからアプローチが入ってきます。始まり、スタートっていうところが、それはメモしておいた方がいいかもしれません。そしてこの現状から1ヶ月以内、お相手のお気持ちも見ていくんですけど、このね今現在から1ヶ月以内っていうところが一番お相手が落ち着いていられる時なのかもしれないなと思いました。あなたのことを考えてはロマンチックな思いに浸っている。で、そしてリングのカードも出てるので、デートしたいなとかね、そういうお話も出てくる。
持ち上がってくると思います。お相手の方で勝利を表すワンドの6番のカードが出ているので、あなたをものにしたいなとか、デートお誘いしたいなとかね、そういうことを考えている、とてもロマンチックな感じなので、ロマンチックな関係性が始まっていく。その一方で、あなたが囚われていることもあるんじゃないのっていうふうにカードが告げています。カップの8で、それは過去に問題があるのか、それともこのお相手と新しい関係を進めていくんだったら、自分自身で過去を清算しなきゃいけないなとか、今清算するものがあるなっていうことを考えているのか、その清算すればお相手と新しい関係になっていけるのになってことを感じている、ひしひしと感じているかもしれません。リングっていうのはお約束や結婚を表しています。なので、お相手と結婚するんだったらっていうことで、自分の中で清算かけなきゃいけないものがあるのかもしれません。お相手は割と勝ち気というか、積極的にお誘いしてくれると思います。あなたのことをすごく考えている。結ばれたいなってことを大胆に考えていると思います。思い浮かべていると思いますね。しかし、ここから1ヶ月後から3ヶ月以内の流れっていうのが、お相手の中でちょっと負荷がかかるようなことが訪れます。そうですね。状況としても蛇のカードとソードのナイトのカードなので、動いていくんだけど、そこに嫉妬が絡んできたりとか、マイナスな感情、ネガティブなものが絡みついてくる。なんかね、絡みつきますね。ドロドロとしたようなもの。それは一体何なのか、思考なのか、遮るものですね。2人の恋の行方を遮るものとか、かなり厳しい状況にはなります。1ヶ月から2ヶ月以内です。あなたの中でもペンタクル5番なので、ちょっと厳しいぞと、状況的にこれはどうなんだっていうふうに思います。しかし、この自分の中の、ご自身の中のチャンスや成功っていうのを信じていてください。ここだけ絶対すごく大事っていうふうに出てきているので、ここね、少し深掘りしましょう。お相手の方でカマのカードとデビルなので、デビルというのは曖昧な関係性とか誘惑とか、夢中になりすぎてしまって嫉妬深くなってしまうとかかもしれませんし、そこに対して束縛されるのきついなっていうふうにあなたが感じるのかもしれないし、あなたの方でどうでしょうか。約束とか制限、約束っていわゆる制限みたいなものですよね。そこに対して嫌だなっていうような思いがあるのか、あまりとらわれたくない自由な感じでいたいなっていうような思いがあるのかもしれないですよね。だとしたら、お相手からの束縛が苦痛に感じるかもしれません。そうではなくてね、ご自身の過去のことを手放すタイミングとか、そうですね、過去に執着しないで次に進んでいけば、お相手との新しい始まりを迎える、そんな今現在のところにいるんですけど、このお相手がね、タロット出しましょう。タロットを出して、デビルからのタワーなので、ガツンっていう感じなんですね。ガリッとしてガツンとする感じで、お相手の1枚です。カップの9ですね。強行作戦に出るっていう感じでしょうか。それはあなたとの関係性を曖昧にするとかじゃなくて、自分のロマンチックな願いとか勝利掴み取っていきたい。何をって言ったら、あなたとのことです。関係性を進めていきたいっていうことを、この自分の願望なんですね。この今持っている願望を進めてくる、お相手からの強烈なアプローチっていう感じです。すごく嫉妬が入っているかもしれませんね。なので、そのあなたの方でちょっと答えるの厳しいかもっていうふうに思うぐらいのペンタクル5番、現状の苦しさ、困難さとか厳しい現実とかを表しています。嬉しいんだけどどうしようっていうような状況になるような1ヶ月から2ヶ月後ですね。お相手は自分の望みを叶えるために誘惑してきたりとか、ちょっとね、それはね、一見自分勝手だよねって思えるようなことかもしれないんですが、この人はあくまでも自分の欲求に対して進んでいくっていう感じです。ここも勝利を表すカードなので、あなたに大胆にアプローチしていく。そしてこれもスパッと切れる鋭い鎌です。
自分の意見をズバッと言う、ズバリと言ってくる。あやふやにするんじゃなくてズバッと言って関係を持とうとするとか、自分の方になびいてくれないかなっていう風な感じであなたを誘ってくるっていうような流れですかね。そして嫉妬深いので、他の人と話してるだけでも嫌だよっていう風に直接あなたに言ってきたりするようなお相手の動きが見られます。ソードのナイトのカードも入っているので、あなたしか見えないような状況ですね。これ逆パターンですね。好きなお相手からめちゃくちゃ思われてあなたが困惑しちゃうっていうような感じです。嫉妬、お相手からの嫉妬、苦しい、答えられなくてごめんねっていう感じです。なぜか過去のとらわれとかパートナーシップについて考えていることがあってっていうのがあるからですね。周りのことや気にする人がいて警戒する。新しい関係性を持ちたくても警戒してしまう。それでも推し進めようとするあの人。しかしついにあの人は2ヶ月から3ヶ月後にはタワーですね、ガシャンと関係性を強引に進めていって、さらにさらに進めようとしていって、そして自分自身でストレスを感じてしまいます。どうしてこんなにアプローチしてるのにうまくいかないんだろう。そしてお二人の間には始まり、いろんなところから始まりが、関わってきます。関係性の始まりもそうですし、新しくお相手に生まれてくる嫉妬の感情とか、それに対して困惑する。こんな自分が片思いでいたのに、逆にこんな風にね、お相手の方から一方的に愛情でね責められてどうしようって困惑する。初めて戸惑う自分の気持ちだったりとか、また環境を変える、新しい生活にするっていう、そういう新しいとか、いろんな新しいことが目まぐるしくかかってきます。状況としては女帝のカードと狐のカードなので、ここね、女帝のカードは本当にお相手があなたなんだよってことを言ってきてくれてる、愛してるんだよってことを伝えようとするんですけど、空回りするとか噛み合わないっていう感じなんですね。受け止めきれないとか、強い愛情に受け止めきれなくて、お相手も消化不足で、消化不良で、胃もたれするような愛情を向けられて、あなたとしてはお腹いっぱい、ちょっと待ってっていうふうに思うんだけど、お相手からはもっともっともっとなんだよって、もっと欲しいんだもっと欲しいんだっていうふうに言われて、すごく嬉しいんだけど、なかなか3ヶ月以内はね噛み合わないというか、状況が整わないのかもしれませんし、そうですね、新生活に間に合わないとかで、3ヶ月目のあなたっていうのは自分自身を表す淑女のカードに太陽のカードが入っているので、やっぱり受け止めきれない愛情もたくさんもらってきたけど、でもやっぱり良かったんだっていう風にね、納得できるような3ヶ月目になってますよっていう風に出ています。愛されてるっていう実感がものすごくあるだけど、一癖ありそうなお相手っていう感じですね。あなたの気を引こうとして突然連絡を絶ってみたりとか、かと思えば一日中すごく連絡取り合ってみたりとか、駆け引きするというよりは、あなたのことを欲しくて欲しくてしょうがないみたいな感じでしょうね。そういう感じでこの方の思考が駆け巡ってるんだと思います。結ばれたい、自分のものにしたい、自分だけを見てほしい、そういう気持ちでもう向かってくる、まっすぐに向かってくる。なのでもうそれは受け止めるしかないっていうような状況になってくる。すごく嬉しいんですけどね、愛情を向けられるんだけど、ちょっと暴走気味っていう感じもします。お相手がそのお相手をいかになんて言うんでしょうね、癒してあげるというか、大丈夫だよ落ち着いてっていう風になだめるというか、その勢いをゆっくりな動きに戻してあげるかっていうような、そこの3ヶ月目がテーマなのかなと思います。すごく愛されている実感はある。でももうまっすぐと向いてお相手と向き合うのか、それともこれね、賢さを表す狐のカードなので、うまく立ち回ってこの嫉妬しやすいお相手とか束縛しやすいお相手っていうのをうまく立ち回って大丈夫だよって落ち着かせてあげる方法を見つけるとかになっていくんじゃないかなと思います。あなたの方で自分軸でね、あなたがこれをリードしていってください。この恋をリードしていく。最初は自分に課題があって、
自分の過去だったりとか、過去を手放すとか、未来へ向けるための何のお約束か、ここがテーマだったんですけど、だんだんとお相手の勢いが増していって、そして最終的にそれをコントロールしていく、この状況をコントロールするのが自分。どんな時も、苦しい時も、この成功、明るい未来、明日、もうね、後戻りはできないんだよって、そういうことも教えていてくれてるんです。なのでもう前に進むしかないのだと。だとするんだったら、どんな前進があなたにとってはいいのか、お二人にとってはいいのか、どんな未来がいいのかっていうことを、ここで改めて考えて進めていくような3ヶ月目かもしれません。愛情が強すぎる、お相手の愛情が強すぎてびっくりしちゃうっていうのが入ってきました。そうなんだしね、そこまでしても叶えたい、あなたと結ばれたいっていう思いが強すぎるんですね。早く家庭を築きたいとか結婚したいってことも入ってるかもしれません。はい、ということで、ここまでがお二人の3ヶ月以内の流れです。すごく求愛されるっていう感じに入ってくるんですが、お相手から見たあなたの印象についてまずはもらっていますので、お伝えしていきましょう。はい、こちらのカードです。インティマシー、そしてこちらですね、ベントライクアリバーのカードです。まずはこのインティマシーのカード、温かくて近くてほっとする人、もうくっついていたいんですね。あの人はね、あなたともうつながりたいと、それをすごく思ってるのかなと思います。あの人はあなたと話をしているとほっとするようです。安心する。ちょっとした会話とか目が合った時の笑顔だったり、それだけで気持ちが緩んでいく、または高揚していく。この人、あなたといると自分らしくいられるなというふうに感じているようです。あなたは無理に心をこじ開けたりしない。少しずつゆっくりと本当の自分を見せてくれる。その優しい距離感があの人にはたまらなく魅力的に映っています。完璧じゃなくてもいい。ちょっと隙があったり、お茶目で甘え上手で、ちゃんと人のことを大事にする。そんなあなたの姿にもっと知りたい、近づきたいとあの人は思ってしまうようです。くっついていたい、甘えたいっていう風にね。そしてベントライクアリは、こちらのカードからは、変わっていくことを怖がらずに丸ごと受け入れてくださいというメッセージが入っています。いや、丸ごと受け入れるといってもかなり強い愛情なんですよ。はい。なんですが、そんな自分の深い愛情もあなたは受け入れてくれるんじゃないかっていうふうにこの人は感じています。あなたのしなやかさに惹かれていますね。うまくいかない日もある。だけどその日もちゃんと受け止めて、流れに任せて前に進んでいける、そんなあなたの生き方に強さと優しさをあの人は感じています。今日はちょっとついていないなと笑って話せるあなたと、でも大丈夫だよねって軽やかに言えるあなたは、一緒にいるあの人の心まで軽くしてくれます。変化に逆らわずに身を任せて楽しめる。それはすごく大人っぽくて、しかも自然体。あの人にとってはそのように映っています。あの人が見ているあなたの印象と魅力は、近くにいると安心する、心を預けたくなる人です。多くを話さなくてもぴったりくる空気があって、笑い方や沈黙の中に心地よさを感じられる。それはあなたが無理に自分を大きく見せようとしないからです。ありのままを大事にしているあなたに、あの人はもっと一緒にいたいと感じるようです。なんだったら毎日一緒に寝たいとかね。そしてあなたの流れに身を任せる力も大きな魅力です。変化を恐れず、どんな日もちゃんと受け入れて心を開いていける。そんなあなたの姿があの人にとっては大人っぽくて、どこか可愛らしい憧れの存在として映っています。なんかもうね、自分のものにしちゃいたいっていう風にね、自分だけの女神だっていう風に、そんな強烈な、思いをあの人は抱いていますね。ただ暴走気味っていうところがあるので、それをこう整えてあげるような、そんな流れになっていくのかなと思います。では、より仲を深めていくためにメッセージをもらっていきましょう。まずラッキーナンバーは8番です。ラピッドディベロップメント、急に進む関係や変化を表すカードです。
最近あの人といい感じかもと思ったようなことがあったのではないでしょうか。または近い未来、あれ急に距離が近くなったかなと感じるような急展開が待っています。あの人はエネルギーや情熱、パッション、これですね、これに惹かれるタイプです。あなたが明るくて一生懸命な姿を見せていると、そのまっすぐな気持ちがお相手にぐんと届いていきます。ちょっとした会話やすれ違う時のお疲れ様という一言、そうしたさりげない優しさや笑顔があの人の心を照らしていきます。そして特に仲良くなるチャンスが高まるのがこの満月の時です。満月が描かれています。直近で言えば6月11日、または7月11日や8月9日です。心と心が強く引き寄せられる時期です。満月はあなたの中にある自信とひらめきをぐっと引き出してくれます。まるで夜空に満ちた月があなたの魅力を明るく照らしてくれるように、あの人の心に届きますようにという気持ちを込めて少し勇気を出してみてください。きっと思ったよりもすぐに変化が現れてくるでしょう。あの人の心は鮮やかにあなたを照らしてくれます。自分の気持ちを信じて一歩踏み出してみてください。その一歩がきっと2人の未来を温かく動かしていきます。情熱的にかつ急激に2人の関係は新展開を迎えていくでしょうというね、ちょっと強いカードが入ってきました。パッション、お相手まさにパッションの人っていう感じです。はい、それではお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきます。メテオライトです。メテオライトという石は宇宙からのエネルギーを宿す神秘的な石です。変容や進化を促す力を持っています。持ち主の意識を拡張し、スピリチュアルな成長を加速させると言われています。また強いグランディングの効果もあります。現実世界とのバランスを取るのに役立つ石です。あなたは今大きな変化の流れの中にいるかもしれません。メテオライトは新しいステージへの進化、これですね、を後押しする力を持っています。過去の枠組みを超えて、もっと広い視野で物事を捉えることで次の段階へとスムーズに進行できるでしょう。今は恐れずに未知の可能性に心を開くことが大切です。カードからのメッセージです。あなたの思いは宇宙にも届いています。なんでうまくいかないんだろうって思う日も出てきます。でもあなたが感じていること、考えていることはちゃんと意味があります。メテオライトは宇宙と心をつなげてくれる石です。夜空を見上げて今日もお疲れ様とつぶやいてみてください。あなたの中にある本当の力がきっと目を覚まします。困難なこととかどうしようって思うこともあるかもしれません。ですがあなたの願いや思いはちゃんと未来へ向かって歩んでいます。はい、それを胸に刻んで、そしていつでも自分の気持ちと明るさっていうところを忘れずにいてください。成功、太陽は成功や明るさを表します。これが2枚もあなたのところに入っているので、このお相手よりも自分の明るさの方が強烈なんだっていうことを、はい、感じてください。なんかね、強烈なアプローチとか、中にはその一夜を共にするとかロマンチックなムードからの激動の一夜とか、そういうことも感じられるんですが、そこをうまくコントロールしていってください。はい、すべてはあなたの願いのままにっていうことをね、お相手の願いのままにではなくて自分の願いのままにっていうことを意識してください。今回は年下のあの人のお気持ちということで、あの人から見たあなたの印象と恋の近未来の流れについて見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングはいかがだったでしょうか。年下のあの人のお気持ちということで、あの人のお気持ちと2人の恋の近未来、そして今あの人から見たあなたの印象や魅力についてお伝えしていきました。より仲を深めるためにというメッセージもお伝えしました。今回はこちらマラカイト、セレナイト、メテオライトと
3種類カードがあります。どれをお選びいただいたでしょうか。3選択肢それぞれとメッセージ変わっていきましたが、中には強烈な内容もありましたね。はい、ということでよかったらお選びいただいた選択肢、コメントいただくときは開業してネタバレ防止をご協力いただネタバレ防止にご協力いただけると嬉しいです。では今回はこちらのリーチングハピネスオラクルカードから共通メッセージをもらっていきましょう。今のあなたに必要なメッセージということでメッセージをもらっていきます。今回2枚カードをもらっていこうと思います。はい、この2枚でもらっていきます。はい、では見ていきましょう。ありのままのあなたが愛される。ありのままの飾らないあなたの姿があの人に愛されます。無理をしない等身大の自分。それはわがままではなくて本来の自分のあるべき姿です。悲しみも喜びも素直に表現してもいいのです。そういうあなたの方が愛されるのです。そして神様はいつもそばにいます。神様や天使はいつもあなたのそばにいます。外に出たら雨が止んだ。今この瞬間もあなたは神様に守られている。そして悩んで迷った時には最善のメッセージを与えてくれます。日常にも不思議なシンクロシニティはたくさんある。はい。シンクロシニティ、偶然の一致とか重なることとかね。はい、ラッキーナンバーをエンジェルナンバーを目にするとか、そろそろ連絡来ないかなって思っている時に連絡が来たりとか、そういうことですよねがある。たくさんありますよっていうこと、いつも神様は守ってくださっているということと、ありのままでいいんですよという、そういうメッセージでした。こちらもぜひお受け取りください。はい、では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。最近ですね、YouTube の仕様が少し変わったようでして、これから新しい機能とかも搭載されていくそうなんです。これから YouTube もどんどんと進化し続けるみたいなんですね。そして新しい機能が搭載されたりとかもするらしいので、なんか楽しみですよね。どんな風になっていくのかなっていう風に思っています。で、よろしかったらね、応援のコメントなどいただけるとすごく励みになります。これからも動画投稿していこうっていう気持ちが、モチベーションが高まっていきますので、よろしかったら応援をよろしくお願いします。はい、では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆様暑くなってきますので、水分補給しっかりとって熱中症を予防してください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。チラでした。